今回は日本にあるちょっと変わった場所を取り上げます。バブル経済崩壊後にまるでゴーストタウンのようになってしまった宗教施設とそのエリアに実際に行ってみました。場所は福井県勝山市。人口は約2万4000人。今回は勝山市にある越前大仏とその門前エリアです。それでは最後までご覧ください。请选择非指定席。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。皆さんめちゃくちゃダッシュしてますね。まあ多分大丈夫でしょう。あと6分あります。次の停車駅は金沢です。今日はもう関空からの移動でだいぶ遅くなりましたんで、東横インで一泊です。福井駅前の。ということで改めまして福井県に入りました。最近ね、私のチャンネルではゴーストタウン、ゴーストシティとか、あとね、宗教村とか、あとあまり皆さんが行かないようなね、ちょっと変わった場所っていうのをちょっと攻めてるんですけども、今回ね、日本でそういった場所も、いくつかあってですね、いろいろ調べまして、で、特にちょっと自分が行ってみたいなと思った場所の、一つで、明日の朝ね、行こうと思ってるんですけど、勝山市という、町にあるね、ちょっと面白いところがありますので、そちらに行くために、今日はね、ちょっと移動してきて、福井県に入りました。久しぶりに東横イン、泊まりました。なかなか知らない人も多いと思いますんでね、私も行くの楽しみなんですけど、どんな感じなのか、しっかりお届けしたいと思います。とりあえず明日朝一もう行動するんで、寝ます。おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。今ね、東横インをチェックアウトして、これから勝山市ね、目的地の場所に移動します。こちらの越前鉄道福井駅から勝山まで行きます。だいたい1時間ぐらい乗りますかね。初めて乗ります。越前鉄道の福井駅から、勝山駅まで行くんですが、今駅員の人に聞いたらですね、こちらの1日フリー切符の方がお得ですよということで、往復するならね、なんでこれを今買いました。これあればどこでも乗り降りできるんですけど、往復しかしないんですけど、親切ですね。わざわざ行ってくれました。勝山駅に着きましたが、このままもうコミュニティバスで連絡してるみたいなんで乗ってきます。ということで到着しました。今回目的だったのがこちらの越前大仏がある、この今ね、宗教法人の、もう町と言われてて、もうその関連のものしかない、っていう場所です。そして全然人がいないという。もうバスとかもね、やばいですよ。9時に1本、昼1時に1本とか、そんな感じなんで、でも駅までね、駅からここまで歩いてこれそうでしたね。今、コミュニティバスで100円で来たんですけど、すごい広さですね。ネットで検索するとね、宗教都市とか、ゴーストタウンとか、言われてるんですけど、これバブルの時に作られたね、もう巨額な400億円ぐらいかけて作った、今は宗教法人、当時は民間だったみたいなんですが、一大観光拠点にするために作ったところみたいですね。
だいたいお寺の周りには門前通りとか、ホテルとか旅館とかいろいろお店があったりするんですが、これがね勝山ホテルっていうんですけど、廃墟ホテルになってるということで、すごい空気感ですね。最近ゴーストタウンとか攻めてるから見慣れてはいるんですけど、日本だとちょっと新鮮な感じですね。すごいな、荒れ果ててる。中はちょっと今入れない感じになっちゃってるんですけど、はい、もう今差し押さえ物件なんだね。税金払わずにもうそのままもう所有者不明みたいですね。はい、なんでもう差し押さえてて、行政代執行でもするのかな。すごいボロボロですね。すごいな。でも皆さんこういうのちょっと興味あるでしょ。どういう風になってるのかっていうのがね、もうしょっぱな入り口のホテルからこんな感じなんで、この中に入ったらね、いろいろダメだと思うんで外から見るだけにしときますけど、すごいね。かつてはね人がいっぱい来てたのかな。勝山ホテルは1989年に開業し、観光客やビジネス客の宿泊施設として利用されました。恐竜化石で全国的に知られる勝山市でもあることから、このホテルは観光拠点としても位置づけられていたそうです。しかしバブル崩壊後、観光需要低迷などにより経営は次第に厳しくなりました。その後1998年9月までにホテルは一旦閉鎖され、運営は終了しています。2019年に破産した不動産会社が所有していた期間も含めて、このホテルは30年ほど放置状態が続いています。地域住民からの相談や建物の老朽化により崩落の危険があることから、このホテルは特定空き家に認定されました。事実上所有者不明であることから、行政は通常の手続きを行わず略式代執行で解体する手続きが進められています。駐車場の広さがやばい。めちゃくちゃあるな。もしかしたらこの動画をご覧にいただいてるね、結構年配な人が多いんでね、最近ね私のチャンネルはね、昔はすごい人がいっぱいいて来てたんだよとか行ったことあるよっていう人もいるんじゃないでしょうか。一応こっからじゃないな、正面からちょっと門前通りを通ってですね、中を見ていきたいと思います。さすがにインバウンドとかいないですね日本人でもいないからね、もう限界タウンみたいな感じで取り上げられてましたが、割と結構そんな感じかも。この先が越前大仏の門前通りで、奥にはちょっと見えてると思いますが、五重塔がありますけど、あれ日本一の高さらしいですよすごくないですか。日本一の五重塔は福井県の勝山市なんですよね。こちらの大仏橋という橋を渡って中に入ります。立派ですね。もちろんね、通常営業まだしておりますんで、庭の手入れしてる人とかもいますし、これもまた違う駐車場なんですけど、すごい広い。ここのね、この門前通りが結構すごいんですよ。私がね撮影してる時って大体ね、撮影してるタイミングでブイーンっていう草刈り機とかのね音を出してる人が近くにいたり、ドリルで穴を掘ってたりとかね毎回そうです。これすごいですね。このもう全部計算されて多分作られてると思うんですよ。後ろのこの階段を上がってきたらドンと商店街で五重塔が見えて、このカーブっていうのがまた多分いいんですよ、景色的に。はい、ただね全部シャッター閉じておりまして、ほぼほぼ潰れているみたいです。昔はねかなり賑わってたと思うんですが、休みでっていうわけじゃなくてもう営業はしてないみたいです。ただね一部はやってるんですよね。すごいね。こういったゴーストタウンマニアの人とかね、辺境地が好きなところ、好きな人結構いいんじゃないでしょうか。いいって言ったら失礼ですけど、カフェとかがちょっとやってるとは思うんだけども、この完全にね、商店街としてはもう機能を果たしてないだと思いますよ。若干人がいました。インバウンドの人もいますね。ここから入場料払って中に入るんだと思います。参拝料ですね。
ここでチケット買います。ということで参拝料500円、現金のみですね。中に入ります。すげえ立派ですね。めちゃくちゃでかい。まあ一応見どころとしてはね、あちらの五重塔と、この中の大仏様、あと建物ですね。一応お寺としての名前はですね、大師山聖大寺という、お寺ですかね。はい。で、奥に大仏殿があって、その中にある、巨大な大仏を、売りにしてると言ったらあれなんですが、で、作った。で、この、関連施設すべて合わせると400億円ぐらいかけて作って、バブルの時に建てた、ということで、ただ今は全然人がいないと。この入り口の目前もね、大体お茶屋さんとかお土産屋とかね、あったりすると思うんですけども、全部潰れております。空いてるのはトイレだけって感じですね。せっかくなんでちょっと中のね、大仏と日本一の高さを誇る五重塔を見ていきましょう。ほぼ貸し切りみたいな感じで見れるのがすごいですね。すごいね、作り込みがすごいですね。金かかってますね、これね。これもすごいね、石畳と木もすごい太いやつ。相当お金かかってますよ。ただやっぱ福井といったら永平寺のイメージがあるんで、そっちにはめっちゃ人行くと思うんですよね。この大仏、越前大仏、俺知らなかったっすもん。このゴーストタウンとか調べてる時に分かったっていう感じなんで。昨年私お遍路とかね、あと海外行っても一応観光スポット行ったりしますけど、トップクラスですね、大きさ的には。何階建てなんだろう。1、2、3、大仏殿だけで4階建てぐらいありますね。めちゃくちゃでかいです。今これ広角のカメラで撮ってるんでギリギリ入ってますけど、皆さん多分自分の目で目視したらね、すごいでかいと思いますよ。すごいね。それでは大仏殿の中に入っていきましょう。これが越前大仏の大きさっていうのをね、感じられるこの目の前にあるらしいんで、ちょっと見えてるんですけど、いきます。うわ、すごいな。めちゃくちゃでけえ。ちょっと想像を超えてました。めちゃくちゃでかい。天井もこんな高い大仏で見たことないな。うわ、すげえな、これ。この側面もすごいですよ。これはちょっとびっくりしました。500円の価値あるかもしれないですねこれはね、意外といいと思いました。はい、全然人いなくて、もう失敗してる観光地っていう頭で来たんですよ。そういう風にネットでいっぱい書いてあったからね。これはね、いいですよ。すごく価値があると思った。作り込みがやっぱお金かかってるから迫力がありますね。こんな感じ、意外といいかも。それでは五重塔に行ってみましょう。今日はちょっとね、天気が良くないんで雨が降りそうなんでね、なるべく早く来ました。それでね、五重塔に行く途中に多分あると思うんですけど、この九龍壁っていうね、すごくなんて言ったらいいんだろうね、9体の龍が描かれてるすごい壁画があるんですよ。でこれがなんとね、中国の、針葉紙ですね。あそこの、中国の政府が監修して許可を得てですね、作ったということで書いてある、パンフレットにも書いてありますね。なんで中国と関係あるのかちょっと分かんないんですが、はい、私も行ったことがある針葉紙の多分役人たちの許可をもらって作ったんですかね。ちょっと分かんないですけど、ちょっとそれも見ていきましょう。これすごいな。思ったよりすごいわ。この作り込みがすごい。これ本当にね、400億円かかってるかもしれないね。普通の寺でさ、400億って
多分あんまないと思うんですよ。京都とかでもそんな行かないでしょ。すごいね。だってこの前行った韓国のさ、統一教会のすごいモスクみたいなとこ、あれで500億ですよ。負けてないですよね。100億ぐらいの差はあるけど、これが見どころの一つとなっている九龍壁。もう触れないようにアクリルで覆われてますね。確かにすごいんですけど、なぜこれがここにあるのかはわからないですね。中国の何かあるんですかね。このお寺は日本じゃないんですかね。何かつながりがあるのでしょうか。ただ単にすごいから作ったのか、お金があったから作っちゃえみたいな感じなのかな。思っているこれもでかいですね。こっち側両サイドあるんだ。こんな感じでした。越前大仏の九龍壁は中国北京にある有名な観光地を模したものとなっています。創設者が当時代の建築様式や仏教世界観を取り入れ、中国仏教文化への敬意を込めて再現されたとされています。1987年の建設当時は日中の文化交流が活発化しており、建築に中国風の意匠を取り入れたのは越前大仏を国際的な仏教聖地として印象づける意図があったとされています。九龍壁の導入は日本でも極めて珍しく、中国文化の象徴を日本国内で可視化した数少ない例とされています。多分今までね、スタッフの人とかの詰め所みたいなのがあるから、ここで人の流れ誘導したりね、見てたりしてたと思うんだけど、もう全然誰もいない。なんか設備もすごい古いね。ナショナルの映像監視システムって書いてあるけど、エアコンも古いわ。ずっと使ってないんでしょうね、今ね。五重塔は午後4時半に閉まるみたいです。ちょっと階段が多いんでね、デブにはきついんですけど、お遍路に比べれば楽勝ですね。ちゃんと綺麗な階段なんで、滑るとか高さがバラバラとかじゃないんで歩きやすいです。それではこちらが五重塔の入り口。すげえ。確かにこんなでかい五重塔見たことないかも。あれなんですよ、めちゃくちゃお金かけて作ってるんで、エレベーターがあるんですよね。中国っぽいですね。中国世界遺産のね、ああいう絶景の景色とか山とか切り抜いてエレベーター作りますからね。ここもエレベーターがある。素晴らしい。デブに優しいわ。三菱電機製の割と新しい、すごいなんかピカピカですねのエレベーターです。金ありますよって感じしますねその辺のホテルより立派かも。4階まで上がって、こっからは階段なんだね。まあこれお金がある時に作ったから豪華だけど、実際にはホテルとかね、滞納してるわけですからね。税金をね差し押さえられてますからね。宗教法人になるといろいろね、税金免除になるんで、それでやっていけてるのかもしれないですね。一応今5階に上がったんですけど、はい、こんな感じ。ここにもね、はい、大仏様が、仏様がいます。それでは西大寺五重塔の勝山市の絶景を見てみましょう。おー、割とやっぱ高いね。あちらが先ほどいた大仏殿で、こう来て、でここが商店街で、奥が、廃墟ホテル、勝山ホテルとかですかね。割と住宅多いですね。ただもうほんとこっからここまで全部こうですよ。このもう宗教施設しかない。多分この近所もそうだと思うんですよね。であそこにね、ちょっと遠くすぎるんですけど、お城があるんですよ。あれもね、ここの関連なんですよね。勝山城でしたっけ。いろんな背景があってこんな感じになってるんで、やっぱりそのお金の支配力、このね、まあ言ってしまえば田舎なんですけど、すごい財力、富を築いた人がね生まれてるっていうのが、不動産系のねお仕事で、財を成したみたいなんですが、
やっぱいつの時代も不動産持ってる人は強いですね。こんなこともできちゃいますから。あんまりね、話は関係ないんですけど、今不動産で思い出しましたが、もう私の知り合いのね、視聴者の人も含めたり、仲良くしてる人たちが、やっぱね、すごいお金持ちの人も、何人かいるんですよ。で、大体その人たちがね、いつもなんか言ってるのは、株とかね、そんなのより絶対不動産に投資した方がいいって言って、株も全部売って不動産投資。だから NISA とかね、税金対策でね、やったりしてる人多いと思うんですけど、あんまね、良くないみたいな、意味ないみたいな、やっぱ不動産だよみたいなことを言ってる人がいるなっていうふうに今頭の中で思いました。実際にね、そういう人が多いですね、私の周りには。私は全然持ってないです。誰かお金持ちの人、タワマンください。一応この五重塔は昭和62年5月に、建立されているということで、多田清さんというかですね、多分ウィキペディアとか調べれば出てくると思いますが、多分相当な、力を持ったこの勝山市出身の財を成した人ですね。はい、その人が作ったということで、もう30年ぐらいは経ってるんですけど、そこまで古く感じないですね。やっぱ当時の技術とね、最高品質で作ってると思うんで、まだまだ全然綺麗ですね。越前大仏は1987年、福井県勝山市出身の創設者、多田清氏によって建立されました。住宅建設、不動産開発を手掛ける企業を経営し、成功した方だそうです。それにより、得た資材をもとに、西大寺と越前大仏を建立したとされています。この事業は総工費およそ400億円に上る一大プロジェクトで、当時のバブル景気を背景に個人の資材による観光施設の建設という前例の少ない取り組みでした。当初の運営についてですが、あえて宗教法人格を取得せずに固定資産税などを勝山市に納めることを選択し、地元財政に寄与しようとしたとされています。しかし皮肉にもこの運営が経営上で重荷になりました。配管料も開業当初は大人3000円と非常に高額に設定されていましたが、来訪者の伸び悩みから2500円、1000円と段階的に値下げされ、現在では大人500円までに引き下げられています。バブル経済崩壊後の景気低迷も影響し、参拝者の伸び悩みと高額な維持費、納税負担によって1990年代半ばには経営が行き詰まり始め、90年代後半には土地、建物が勝山市に差し押さえられました。これにより門前に整備された商店街や飲食店も次々と閉店し、観光客の姿は消え、周囲一帯はゴーストタウンとなっていきました。その後2002年、西大寺は宗教法人として正式な宗教施設となり、地域との関係の再構築や安定的な運営を目指す体制が整えられていきます。2018年には差し押さえが解除され、正式に資産が寺に返還され、現在は地域と連携し、再生と活性化に向けた取り組みが進められています。私がね、平成元年1989年7月生まれなんですけど、昭和62年ね、バブルの本当に絶好調の、終わりの方、まだ私が生まれた時はね、バブル崩壊してなかったんで、ギリギリ生まれた年にやばいことになったんですけど、めちゃくちゃイケイケな時に多分作ってるんだ。その時代に生まれてる人たちはね、本当にいっぱい美味しい思いをした人が多いと思うんですよ。給料も上がるし、職場もね、いっぱい仕事もあっただろうし、本当ね、私の平成生まれは結構苦労してて、あんまりね、美味しい思いしないまま、今度その人たち、美味しい思いした人たちのためにね、たくさん税金払って支えないといけないっていう。で、それは社会のね、流れなんで、しょうがないとしても、その支えてもらう人たちが結構、俺らから見てると、納得できないんですよね。言ってることもそうですし、やることなすこと、傲慢であったり、全然この気が使えない人が多いっていうので、多分今の政治家たちもそうですけど、今の若い子たちでいっぱい税金を納めて現役で働いてる人たちからすると、なんだかなって思ってみんなモチベーションが下がるんですよね。だからまたバブルとか来てね、盛り上がればいいですけどね。なさそうですよね、日本はね。一通りこれでお寺関連、この施設は見たんで、一旦出ましょうか。本当にね、全然人がいないですね。最後にですね、この勝山、あと越前エリアで有名なのは、昨日もちょっとね、駅そばは食べたんですけど、越前おろしそばとかそういうのも食べたいですね。お店がね、ここないんだよな。今ね、ちょっとシャッター開きましたけど、ここがなんかどら焼きとかかき氷売ってる、あと草餅とか、お店なんですけど、そばはないみたいですね。
でもちょっと草餅うまそうですね。そうめんとかもあるみたいですけど、まあいいや、ちょっと違うお店行きましょう。さっき駅の方にはなんかちょっとあったんだよね、蕎麦屋さんが。もうここまで全部閉まってるとやっぱり迫力あるな。それでは先ほどの越前鉄道の勝山駅の方に向かって、帰りは歩いていきます。今マップで見たら 2.5 キロぐらいだったんで、30分40分ぐらいで行けますし、まだ雨降ってないんで行きましょう。このホテルはやっぱりね、ちょっとインパクトがある。入り口にこんだけボロボロのホテルがあってさ、放置してあるっていうのはやばいよね。駅の近くというか駅の方向で蕎麦屋発見したんで、そこの蕎麦屋で最後食べましょう。なんか結構空き物件とかさ多いね。日本の田舎も結構深刻ですよね。だいぶ趣がありますね。一応これ商店街なんかな。一応この辺ちょっとお店あるわ。中華料理屋が今あって、ここは食堂、ここだ、蕎麦屋は。俺が今探してるのは。で、あとケーキ屋さんがある。うどん屋さんもあるね。ここの福彩り食堂野村屋さんで食べたいと思います。越前おろしそばってやつを。目の前のケーキ屋さんもちょっと見たかったけど休みですね。恐竜シュークリーム、何なんだろうこの福丼券。ということで店内に入りました。この福井名物越前おろしそば、天おろしにしました。で、あとはミニソースカツ丼をつけます。ということで福井名物のおろしそば、大根おろしのつゆですよね。うまそう。で、あとミニソースカツ丼、天ぷらがめっちゃでかくてびっくりしました。エビ天2本だけだと思ったら野菜もついてましたね。あとはちょっとお味噌汁もついてます。いいっすね。やっぱこういう食事が染みますね。これ絶対美味しいですよね。私は無類の大根おろし好きなんでたまらんっすね。このさっぱりした感じの、もううまいに決まってるやつです。いただきます。めちゃくちゃコシがある。超うまい。大根おろしがピリッと辛くて最高。エビが超でかい。ソースカツ丼も最高です。ミニとは言ってますが結構肉も厚いですね。うますぎ。いやー、めちゃくちゃ美味しかったですね。すごいコシがあって、やっぱ日本はどこ行ってもね、食べ物が基本的に全部美味しいですよね。素晴らしい。ちょうど今自分が歩いてる道が勝山の道、神明坂っていう結構有名なのかな、歴史ある通りみたいですね。こちらは一級河川の九頭竜川ですね。すごい綺麗です。本当にほんの田舎の風景って感じがしていいですね。ということで勝山駅戻ってきました。このまま私はまた福井の方に戻ります。ということで今回の動画はこんな感じです。皆さんどうでしたでしょうか。よかったらコメント書いていただいて、また日本のね、こういった変わったゴーストタウンというか変わった街があればどんどん撮っていきたいと思います。皆さんコメント高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。